地元の温泉かな。一応湖が、我孫子の前の湖が手賀沼湖なんで、ここが我孫子ね。初めて来たよ、本当に。なんか土浦にも似通ってる部分があるね。なんかおしゃれなヨット町みたいな感じで。明らかに我孫子都会だね。さっきの柏よりは。交通量の方も多いし、なんかね、街並みも大きいんだけどね。我孫子もマンションだらけだね。まあ一軒家はあるけどね。人がものすごく多い。次の目標は砦かな。まだまだちょっと距離あるけど、ただね、もうさっきも言ったようにサインがないんだね。なかなか分かりづらいんだよね。こまめにスマホをチェックするってのもありだけど、めんどいんだよね。まあ砦でを目指して頑張ります。正直言ってさっきのサインが初めてだね。土浦まで29キロ。なかなかないんだよ、あのサイン。正直言って今日初めてなんじゃないのかな、土浦は。利根川大きいね。めちゃくちゃ天気いいよ、ほんと今日。茨城県に到着。正直言って東京も茨城もこういう風に見えるとあんまり変わらないね。この錆びれ具合って東京でも全然あるし、本当に日本スタンダード好きだよね。6号長いね。印西街道もかなり長かったけど、このモノトーンの景色でこんだけ長いっていうのもかなりね、すごいなと思う。工場の煙かなと思ったら、これカップ麺の煙をこれ模倣してんだよね。日清かな。遠くから見たらなんか工場か火事だよこれ。今日何個目の橋か数えてないけど、何個目だろうね。今日いっぱい渡ってきたからね、本当に。見渡す限り畑だね。何作ってんだろう。まあなんか植えてるような感じはしないけど。茨城名産って何かな、思い浮かばないね。一応今のところの目標は牛久っていう風な町があるんで、そこを目指してます。といってもね、ここからまだ距離あるんだけど、いつものように
看板がなかなかね出てるのか出てないのか見つけられないのかちょっと分かんないけど、知らないうちに通り過ぎたってことも今日あったんで、まあちょっと頑張って歩きたいなと思います。これ牛久沼って出てたんだけど、沼と湖の違いって何なんだろうね。淡水かな。これすごいね。なんだろう、何かのまあキャタピラのタイヤっていうのかな、ベルトっていうのかな、すごい部分だね。さっきのやつああやって使うんだ。ブルドーザーかな。この歩道橋すごいね。なかなかないよこの錆び具合。めちゃくちゃ味がある。ほんと Google マップすごいね。こんな道進めてくるんだから。本当に懐かしい風景だね。なんか心のふるさとっていうか、まあここもね今日初めて来たけど、なんか懐かしい、懐かしくさせる風景って言った方がいいのかな。今回の豆腐旅で多分この後半のこれあたりが一番好きかも。なんかね本当にね気持ちいい。まあ今日もね天気もいいし、まあいいっていうか暑いぐらいだけど、なんか本当にね懐かしい気分にさせるっていうかね。行けないけどちょっと富山集落っていうのがあるらしいんで Google マップでちょっと見てきます。本当にあんのかな。多分集落跡じゃないの。21世紀の今もこんな山の中で住んでるのかなっていうのがちょっと疑わしいんだけど、道もちゃんと整備されてないしね。あるね。信じられない。あった。マジ。これ新しい家だよね。新しい家多いな。
すごいね。確かに集落。人住んでんだ、マジで。ここは住んでないね。空き家かな、壊れてるし。すごいな。終わりかな。変な人に思われないけどね。なんかいい感じだな。めっちゃくちゃいいよ。もっと探索したいけど時間ないんで、これぐらいにします。正直言ってさっきの集落で目が覚めたね。ずーっと同じ景色ばっかりだったんで、なんかさっきのワクワク感というか、なんか新しい発見というか、ものすごく良かった。まあ、またちょっとね、来たいなと思うんだけど、ちょっと距離があるんでね。まあ、リストには記録として残しておくけど、次来れるのいつかな。でもよかったよ、さっきの集落は。あとね、お城の跡もあるっていうんで、それも見たいんだけども、やっぱりね、時間的な制限っていうことを考えるとちょっと厳しいね。距離にするとね、あと15、6キロぐらいのような気もするんだけど、スマートウォッチの数字では。でもね、同時に寄り道してるんでね、もうちょっと、まあ20キロ弱って考えた方がいいのかもしれないね。あれなんだろう。全然理解できないんだけど。距離を考えるとあと15キロ前後だと思うんだけど、地図を見るとね、まだまだあるかなって感じかな。午後になってからちょっと気温下がってる感じがするね。多分ね、ちょっと雲が多いんで、なんか水分含んだ雲がいっぱいあるんじゃないのかな。なんか空気が冷たい。多分3度前後下がってるような気がするな。やっと出てきたね、土浦市街。古めの家って多いね。でもね、ここら辺あたりって綺麗にメンテナンスされて、足立区とか金額みたいな感じの半分なんかお化け屋敷みたいなのないよ。全部綺麗にメンテ使われてる。なんかプライド感じるね。相変わらず地図の距離出てこないね。まあなんでね、Google マップである程度予測するしかないんだけどね。ずっと待ってるとサインが出てるね。またまた超後半にこの遠旅で裏道進めてくるね。何これ、
最後の最後にサプライズでちょっと楽しいんだけど、ウキウキ気分。寺かな、なんか。さらにマジって言いたくなるんだけど、さっきよりもさらに路地に、さっきの道間違ってたんで、ちょっと戻って、今修正して歩いてるところなんだけど、さっきよりもさらに路地だね、これ。めっちゃウキウキ。何これ。めちゃくちゃいいよ、これ。超ローカルじゃん、これ、本当に。すごいな。すごい門構え。めちゃくちゃすごい。何これ。超歴史ピースじゃん。すごいな。こんなのが普通にあるから。やっぱりね、徒歩旅の醍醐味ってこれだよ。なんか一期一会っていうか、なんかそういった感じのものに出会ってサプライズっていうか刺激を受けて、なんか時間きっちりだとね、もう焦って前へ前へっていう風な感じの徒歩旅になるんで、やっぱりね、余裕を持って歩きたいな。多分ね、距離にすると30キロ、マックスで30キロぐらい予定して、その間なんかサプライズがあれば時間を使うみたいな感じで、なんかほんとギリギリでね、今日みたいな感じで70近くまで来るともう余裕ないんでね、本当に。ここいいね。本当にいい味出してる。すごい。まあ時間もあんまりないんで前に進みます。というか最後の最後でちょっとサプライズだね。土浦であのままずーっとメインの産業道路っていうか幹線道路っていうか行くのかなと思ったんだけど、最後の最後でこういうふうな形で裏道を使ってくれてめっちゃありがたい。まあでもね、ポイントとしてはちゃんとゴールにたどり着けるかどうかっていう、これがメインポイントなんで、たまに道間違ってるからね、本当に。また山登りしたくなってきたな。最高だな、本当。ここが土浦の市内かな。正直言って記憶では全くない。まあここを前回、2回前も含めて訪れたかどうかっていうのはちょっと不明だけども、全く記憶のかけらもないね。ここを約200メートルぐらい行くと土浦駅のゴールです。まあサインによればね。まあ大きいっちゃえば大きいけど、
ぱりちょっと廃れてるよね。なんか店の数が少ない。 JR 土浦駅到着。無事到着できました。今日はね、本当に超距離でかなり参った部分はあるんだけれども、またメインロードばっかりであんまりサプライズもね出会わなかったんだけども、まあところどころ面白い動画撮ると思います。まあ、いつものように食事どころを探して支度したいと思います。以上。